あんまついていない状態、もうなんで間違って押しちゃうんだよ。あんまついていない状態でこう磨き始めると。はい、皆さんこんにちは。車の大山かシロピーです。今回はちょっと前にイオンコートの動画を公開したと思うんですけど、そこで洗車機に20回通して、でボンネットの方にその洗車傷みたいのがちょっとついちゃったので、それをポリッシャーを使ってちょっと磨いていこうかなと思います。で、僕自身ポリッシャーを使い慣れてないっていうか超ど素人、磨き屋さんとして働いてた経験もないし、自分で買ってこんな感じかなみたいな見よう見まねでちょっと使い続けていたところがあるので、ちょっとね参考にはならないかもしれないんだけども、僕が使い続けてこういうところ注意した方がいいよっていうのが何個かあるので、その辺をちょっとご紹介しつつ、ちょっと他のコーティング剤も施工したいので、ボンネットの方をきれいにしていこうと思います。本当にね、こいつ素人だって思うと思います。けどその中でも素人だからこそ、失敗してきたところもあるんですよ。ポリッシャーマジ使えない、なんでっていうのがね本当あるの。便利なように見えて、本当ちょっと知らないと全く使い物にならなかったり、余計時間がかかったり、こうするとこうなっちゃうよみたいのをちょっと紹介していきたいなと思います。はい、そしたら簡単に機材を紹介したいなと思います。僕はそんなねこだわりはないです。で、今シングルとダブルアクション、両方あるんですが、基本的に僕はもうダブルアクションしか使いません。で、これもほんと安いやつ、両備の RSE1250、そんなような名前のやつで、1万円ぐらいで購入することができるもので、なんでダブルアクションしか使わないのか、その理由は僕が素人だからと。そう一番扱いやすいのがダブルアクション。このシングルの方、これちょっと見てもらおうか。こういう風に一方向にこうぐるぐる回るタイプですね。これは研磨力が強いと言われていて、素人には難しいという情報だったので、そもそもこのシングルは僕は使っていないといった感じですね。使いたい時もあるんですよ。ちょっと傷が深いとか。けどその後のリカバリーが僕にできるかどうかっていうところで、ほぼ使っていない。で、ちなみにこの機械が研磨機、ポリッシャーと呼ばれるものですね。で、バフと呼ばれるものがこの先っぽにつく、スポンジだったり、ウールだったりいろいろあるんだけども、これをバフと呼んでいますね。多分合ってる？確かそうだったと思う。で、ダブルアクションはどういうものなのか。こういうパターンありますから、何かのタイミングでオンになって電源を入れた時に急に回り出すって、これもうほんとね使う前にチェックしてもらいたい。で、ダブルの方はこれわかるかな、この動き。ただこの横に回ってるのではなく、この上下左右こういう動きっていうのかな、ちょっと伝えにくいんだけど、一定方向ではなくこういう動きをしながらこうぐるぐる回っているっていう感じ。これね、レッドブルの車作った時もやっぱ思ったんだけども、ダブルの方がやっぱ削りやすい。スタイルフォームを削った時にシングルだともうガッて結構いっちゃうんですよ。けどダブルだともうほんと安定して磨ける。僕もそんな気がするので、ダブルを使っていますと。ほんとね、知識はゼロに等しいけど、それでももう頑張って磨いているので、その中でのね僕の失敗談とかを実際にちょっと今日やってみようと思います。で、これもねカスタムとかもできるみたいで、僕はノーカスタムです。で必要になってくるのがこのポリッシャーでしょ。まずあとバフですね。これもウールとスポンジがあります。あとコンパウンド、これがね必須になってきますね。これをつけて磨いていくと。そしたら超ど素人の磨きやっていきましょう。そしたら、今回こちらの車を磨いていきます。これが洗車機に連続20回通した車で、やっぱり傷入っていますね。ちなみにこの青い緑みたいなやつ、これはちょっとねレンズの傷入ってるっぽくて、これもう関係ないので気にしないでください。でこっちよりこっちの方が目立ってると。で、この面は最初コーティング剤イオンコートを施工せずに12回洗車機に通しているので、ここが一番傷がひどいと。で、これがどこまで軽減されるのかではなく、
ポリッシャーを使った、時の注意事項みたいのを今回はお見せしていこうと思います。そしたらまだ磨く前なんですが、こういった台があると便利かなと思います。理由としては、このポリッシャーをちょっと使い終わって一旦置くってなった時に地べたに置くと、ここに砂がつく可能性も出てくるし、そうなると回した時にね、さらに砂で磨くことになる。そうなったらもう傷だらけですよ。傷だらけのレディオですよ。そんなことにならないように、こういった台があればいいかなと。もうめんどくさいよね。そうめんどくさいんですよ。で、あと磨く前に重要なのがこのボディですね。磨く前に洗車をしておく必要があります。やっぱり普通に外に置いておいたら砂ぼこりとかもつくので、このポリッシャーの方に砂がついてなくてもボディの方に砂がついてたら元も子もないということなので洗います。でこれはもう洗ってあります。で洗った時に鉄粉とかを感じたら鉄粉除去をしても OK と。でこの時重要なのが、ボディに水滴を残さないと。これ非常に重要になってきます。この後ちょっと実際に磨くんですが、失敗例として後でちょっと出そうかな。水滴が残ってると結構大変なことになってしまいます。もうブロワーとかがないと本当にきついですね。このグリルとかこのボンネットの見えないところに水が溜まってて、そこの水がちょっと原因で失敗しちゃうみたいなこともありえるので、全体的に面倒くさい。それが磨きです。で今回使うこの両尾のポリッシャーなんですが、これの配線っていうのが2メーターないぐらい結構短いです。なので延長コードが必要になります。これを使う時はね、もっとこの配線が長いやつあるかもしれないんだけども、今回のやつは短いと。で延長コードを用意したんですが、磨く前に覚えておくこと、それはこの配線ですね。これをだらんとしながらこの配線が目の前にある状態で磨かない。理由としては磨いてる時にこういう風にボディに配線が当たって傷つけてしまうと。だからもう後ろを通す、しっかり肩に乗せる、それで磨いていくと。せっかく磨いてるのに他のところ傷ついたら意味がないと。これは施工する前にしっかり覚えておきましょう。そしたら実際磨いていきます。そしたら傷はそんな深くないと思うので、ちょっとスポンジでいきます。で基本的にはウール、毛の方が研磨力があると言われていると。そんなこと言われるとね、ちょっと怖くなってスポンジにしようかなって僕はなっちゃうんですが、磨く前にまだ重要なことがあって、今回マスキングテープしてないんですが、ミ塗装樹脂とかその辺にこのコンパウンドが詰まっちゃうと本当に面倒くさいので、このボディ面以外の、他の素材のところはマスキングテープで養生しておいた方がいいですと。じゃあ行きましょう。で、裏面に大体ね、使い方書いてあります。どれぐらいつけていいか。これは60センチ四方の塗装面に、小さじ1杯から2杯でよく伸ばして使うということですね。あとこれ振るのもね重要ですね。で大体このスポンジの面にどれぐらいだろうな、大豆まではいかないか、こう4箇所このちょんちょんちょんとつけてあげます。でもう準備は整ってますので、ちょっとボディ面にコンパウンドをつけます。でこれ今からつけるんですが、この状態で回さないこと。よくこういう映像見たことないかな。こういう風にポン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 とこうつけてるこれしないと本当大変なことになります。どうなるかちょっとやってみます。こういう風にポンポンせずに、いきなりもうこの状態で磨きますよでスイッチを入れます。お分かりいただけました？コンパウンドが全部飛び散っちゃうんですよ。もうこっちほぼ残っていないと。こういう状況になって、体も汚れるし、あとボディ以外のガラスとか変なところまでコンパウンドが飛び散ってしまうので、こうしっかりポンポンしてこのスポンジにあんまついていない状態、もうなんで間違って押しちゃうんだよ。あんまついていない状態で磨き始めるということですね。ちょっと無駄にやっちゃったんだけども、ちょっとこの辺磨いていきます。で60センチ四方って言ったんだけども、それをこう大体こうポンポンして、この範囲を磨きますよっていう目印にしても OK です。言い忘れてました。
僕はまあそんな圧をギュッとはかけません。機械でやってるので、そんなギュウギュウやってもねしょうがないでしょ。でこれがねまたまっすぐこう綺麗にねやっていくのが難しいんですよ。僕も全然慣れてないから出てます。でまあ片手でこういう風にやる人もいるんだけど、ルペスとかだと結構安定してるみたいなので片手でやりやすいみたいなんですが、これはねちょっと安定してないので、ちょっと両手でしっかり押さえてあげます。変に圧がかかっちゃったりしても良くないので、このスポンジ全体に圧がかかるようにこうゆっくり動かしてあげると。このね動かす速度とかよくわかんないんですよ正直。僕は、まあ、しっかりやっていきたいのでちょっとゆっくりめ。こいつねちょっと無駄なことしたわ。ちょっともらっちゃおう。はい、とりあえず、まあ、この辺までちょっと磨いてみました。でまあ注意点はまあどこまで磨くのかっていうところですね。これ僕も結構最初のうち全然分からずに失敗 しまくってたんですが、コンパウンドがしっかりなくなるまで、使い切るまで磨くのがすごい重要です。今こういった状態、ここはちょっと無視してほぼない状態で、あとはもうこのコンパウンド粉っていうのかな、それがボディに残ってるので、それをまあささっと拭き取れるぐらいまでやる。これをもうちょっと結構磨いてるっぽいな、いやもう途中でやめようってなると、例えばこういった最初につけたようなこれもうコンパウンドがちょっと乾いてもう取れなくなっちゃうんですよ。なのでこのポリッシャーでコンパウンドをしっかり使い切る。ちょっと試しにやってみますか。ちょっと何を言ってるか分かんないっていう人もいると思うので、よくやったな本当に。まあこういうところをもう一回磨けば取れるんですが、ちょっと一回やってみますね。でこれで磨く。でこの最初のうち使い切んないとこういうふうにまあコンパウンドが残るんですよ。これまあ使い切れていない状態で、まあ例えばコンパウンドをつける量が多くて、まあ、ずっと磨いてるのになくならないっていう場合もこういう状態になっちゃいます。なのでこのコンパウンドの量っていうのはこの磨く面積に対して適量をしっかりつけてあげる。そうするとまあこういう形になって、もう結構磨いてるからこれ以上怖いって言ってここでやめます。そうすると、まあ、これを落とさないといけないわけですよ。でまあよくわからない人はもうこれをタオルで拭いちゃえばいいんだと思ってまあ拭くんですよ。そうするとまあ比較的綺麗に今なったんですが、まあ、こういうところとかまだ残ってたりとか、この辺ももう落ちないんですよね。でこれを落とすために例えばもうこのタオルでもゴシゴシこうやりますよね。そうするともうそれだけでもう最悪、やんなきゃよかった、もう傷入ってますね。これがもうほんともうここも入ってるしね。わかる？ここさっき今こう落としたところなので、もうほんとさっと粉が取れるぐらいまでしっかり使い切る。これが重要なんですよ。ここもちょっとタオルでやってみますね。落ちないんですよ、なかなか。落ちたなと思ったけど、傷だらけ。映ってるかどうかわからない。でもまあここの傷は分かりやすいんです。こういうことになるので、しっかり使い切るということが重要です。スポンジでも十分磨ける。で今回使ってるのは 3M の、スパコン 4L 極彩面で、ここから超微粒子使ってもいいしっていった感じですかね。そしたらボディに水が残ってる状態で使うとどうなるかっていうパターンやりますか。ちょっとつけすぎたかな。こういった感じで水が残ってます。でこれはボディに水が残ってる状態じゃなくても、ラフを洗ってまだ乾いてない状態で使っても同じことになるので注意しといてください。例えばもう染み込ましておくか。うわやだわ。途中なんですが言っておきます。参考にしないでください本当に。こういうもうコンパウンドがこのびちょびちょの状態で、スポンジもパッと見乾いてても結構中の方濡れてて同じようなことになるケースもあるので、そこはちょっと注意が必要です本当に。いきます。さっきと全然違うの分かります？パッと見はやってる感あるんですけど、これが最悪。
いやこんなの当たり前でしょって思ってる人いると思うんですけど、本当にね僕素人で、最初のうちはもうこういうことになってました。なってたっていうのも本当にちょっとぐらい水大丈夫だろうとか、あとそのグリルとかこのボンネットのこの隙間についてた水をちょっと拾っちゃって、こういうことになって、大丈夫だろうなと思ってこのまま磨いてたんですが、もうこれも最悪です。本当に最悪のパターン。ずーっとこの状態、いくらやってもこれ落ちません。本当もうなんか脱脂剤みたいので洗ったりしないと、これはもうこのまま本当最悪です。これもうコンパウンドを使い切れないっていうか、なんかその水が含まれたせいでずーっとなんか伸ばしてる状態で、一向に綺麗にならないんですよ。で試しにちょっとタオルで拭いてみます。もう全然引っかかっちゃって、うわもうやだ、これがもうやだ、うわやだ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 、もう全然こう定規にもできないし、やったところでこのタオルですごい傷が入っちゃうので、これはねほんと絶対やんないでもらいたい。ほら拭いてもこことかもう取れないんですよ。もう最悪。これもう洗うしかないです。なのでしっかり水気を取る、それはもうすごい重要なことになってきます。で今ダブルアクションを使ったんだけども、ダブルアクションも叩き傷みたいのが入るケースがあります。なのでこの力加減っていうのかな、ここは皆さん感覚でちょっと覚えるしかないんだけども、あんま強すぎても、弱すぎても、この速度が速すぎても遅すぎても、これなんかちっちゃい円を描いたような傷、これダブルアクション特有の傷なんですが、そういうのが入ってしまうので、ダブルアクションだったら絶対に傷が入らないっていうわけではないと。あと磨くっていうことはもう塗装面を削ってるので、これが増えることはない。そこも頭に入れといてもらいたいかな。とりあえずちょっとこれを直さなあかんですね。こうなったらもうほんとね一日台無しになります。うわやんなきゃよかったっていう気持ちになる。いやマジほんとすいません、なんか素人的なことしか言ってなくて。いやそんなのね考えはわかるでしょっていう人ももちろんねたくさんいると思います。プロから言わせたらお前何やってんだっていう作業だったかもしれませんけど、本当に僕が過去に経験してきたこの問題なので、今からねちょっと磨きたいっていう人もいると思うので、その人たちのためにちょっとでもなればいいかなと思ってやってみました。とりあえず以上です。あとはこれを僕は直して他のコーティング剤の施工をして、またちょっと検証を続けたいなと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はポリッシャーを使ってちょっとボディ面を磨いてみました。磨いてみたっていうよりも、僕が経験してきた失敗談っていうか、こうやるとこうなっちゃうよっていうのをちょっと紹介させてもらったんだけども、今回の動画で僕がもうど素人っていうことが皆さんはっきり分かったと思います。もう磨きに関しては本当誰かに教わったっていうのもないし、もうずっと自己流でやってきて、だから失敗もしてきた。で本当当たり前じゃんって思う人もねたくさんいると思うし、プロから見たらもう何やってんのこいつ本当うわもう素人だわっていう部分いっぱいあったと思います。けど今回紹介したこの失敗談っていうのは当たり前かもしれないけど、実際に僕が経験したこと、だからこれからちょっと磨いてみたいっていう方、もう何も分かんない人だったらありえることなんじゃないのかなと思って紹介させていただきました。で磨きに対してこの上手に磨いている動画っていうのはやっぱいくらでもあるんですよ。だからその磨き方みたいのは他の動画を見てもらうにしろ、この失敗談っていうのはなかなかねその動画で紹介してる人もいなかったので、これを機にちょっと紹介してみようかなと。で最後のコンパウンド残ったのもちょっと大げさに脱脂とかいろいろ言ったんだけど、一応水拭きで取れるは取れる。でまた面倒なのが取れました、じゃあ磨きを再開しましょうってなった時に、もうスポンジにもう水滴がついてるので、もうこれはもう乾かさないことにはもうどうにもなんない。だから磨き屋さんとかだったらこのバフを何個か持ってるかもしれないんだけども、僕みたいなこの素人はもうほんとスペアとかないんですよ。買っといた方がいいんだろうけどね。そうなったらもう本当何日間待ってスポンジを乾かすしかないと。それまで磨けない。でその間にもうやる気がなくなってるっていうこの悪循環になるので、今回紹介したことはやらないように皆さんご注意していただければいいかなと思います。
はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、また来週。